こんばんは、クリミナルです。今回は日本の未解決事件です。1990年10月14日午後5時20分過ぎ、大阪府豊中市の高級住宅街の一角にある一戸建て住宅にて、小学5年生の奈美恵さんが浴槽の中でぐったりとしているのを帰宅した母親が発見した。奈美恵さんは何者かに首を絞められており、心肺停止状態だった。奈美恵さんはすぐに病院に運ばれたが、意識は戻らず、事件から約2ヶ月後に残念ながら息を引き取った。司法解剖の結果、死因は窒息死と断定された。室内に物色された形跡はなく、土足で上がった跡はなかったが、2階の窓が開いていた。なお、室内からは犯人のものとみられる指紋は検出されていない。一部の新聞が無施錠の応接間から侵入と報じたが、鑑識によると犯人の侵入経路は依然不明のままである。母親の聡子さんは慌てた様子で現場から走り去る不審な男を目撃しており、警察はこの男が犯人とみて捜査に当たったが、目撃証言や証拠が乏しく、捜査は進展しなかった。そして本件は2005年12月に公訴時効が成立してしまった。10月14日日曜日、その日奈美恵さんは同級生の誕生日パーティーに参加し、午後5時2分頃に同級生の家を出た。友達と一緒に帰宅していたが、小学校前で別れ、その後は一人で自宅に戻った。その日、両親は共に不在で、家には奈美恵さん一人だった。帰宅時間は午後5時15分頃とみられる。そして、聡子さんが奈美恵さんを発見した時刻が午後5時20分過ぎ。つまり、約5分間に奈美恵さんは何者かに襲われたということになる。その日聡子さんは父親の見舞いに出かけており、車で午後5時20分過ぎに帰宅した。その際、自宅玄関から表につながる階段を若い男が慌てた様子で駆け下りてくるのを運転席から目撃していた。若い男はそのまま住宅街の中を走り去っていったという。聡子さんは泥棒に入られたと思い、直ちに110番通報した。聡子さんが玄関ドアに手をかけてみると、鍵は開いていた。恐る恐る家に入ると、2階へ続く階段の上り口に洗濯物のハンガーが転がっていた。これは2階に干してあったものだ。聡子さんは2階に駆け上がり、奈美恵さんの部屋へと入った。しかしそこには奈美恵さんの姿はなかった。その日は10月中旬で少し肌寒い時期であるが、部屋の窓は開けっぱなしになっていた。聡子さんは奈美恵さんの名前を呼びながら家の中を歩き回る。すると浴室の明かりがついていることに気づいた。浴室に入ってみると、そこにも奈美恵さんの姿はない。ただ浴槽に蓋がしてあった。蓋を開けてみると、6分目くらいまで水を張った浴槽の中に服を着たままの状態でぐったりとしている奈美恵さんがいた。浴槽の水面には吐砂物が浮遊していた。聡子さんが奈美恵さんの名前を呼び、体を揺らしてみても反応はなかった。奈美恵さんはすぐに病院に運ばれ ICU に隔離された。奈美恵さんの首には幅5センチほどの索状物の痕跡と吉川線が確認された。吉川線とは被害者が首を絞められた際に手でそれを解こうとするときにできる防御創のことである。鑑識は奈美恵さんの首の写真を何枚も撮り、凶器を特定しようとしたが、結局凶器の特定はできなかった。聡子さんが目撃した若い男の特徴を挙げていく。年齢は20歳から25歳くらいとみられ、身長は約170センチで中肉。鼻の下に髭を生やしていたのが特徴的であったという。服装は茶色のシャツに黒いジーンズ姿で小さいバッグを持っていた。聡子さんの感想としては、ファッションに気を使っていそうな感じだったそうだ。なお、同日の5時前に被害者宅の玄関門越しに若い男が犬をあやしている姿を近隣住民が目撃している。この人物は戦術の若い男と同一人物と見られている。
この目撃証言が正しければ、若い男は30分ほどその場に滞在していたか、家に侵入していたということになる。しかし、浪江さんが帰宅するまで玄関のドアは施錠されていたはずであり、開いていたとされる2階の窓から犯人が侵入することは不可能であり、窓から侵入した痕跡も確認されていない。犯人は以前から浪江さんを知っており、狙った上での犯行だったのか、それとも犬をあやしている時に帰宅した浪江さんを見かけたことで衝動的に犯行に及んだのだろうか。この事件は目撃証言や証拠も乏しく、情報も多くありません。その上で考察していきたいと思います。おそらく犯人は、聡子さんが目撃した若い男が濃厚だと思います。この事件の目撃証言は、この若い男のみとなっています。事件現場は住宅街で、現地住民以外は何か目的がない限りは足を運ぶことがないような場所です。駅は西方面にありますが、犯人が走り去った方角までは情報としてありませんでした。犯人が現場近くに住む人物なのか、それとも通りすがりの人物なのかは正直わかりません。犯人の動機ですが、おそらく空き巣や強盗ではないでしょう。事件が起きた日時は日曜日の夕方です。犯人が空き巣であるならば、日曜日の夕方には空き巣には入らないでしょう。おそらく犯人の動機は、いたずら目的、もしくは快楽殺人ではないでしょうか。私の考えでは、犯人はいたずら目的であったが、浪江さんに騒がれ、顔を見られてしまったため、犯行に及んだものだと思いました。一部の新聞が、無施錠の応接間から侵入と報じましたが、おそらく犯人は、浪江さんが帰宅し、鍵を開けた際に押し入ったのではないでしょうか。また、土足で上がった痕跡がないことから、犯人は玄関で靴を脱いだはずです。さらに現場からは指紋が検出されていません。犯人は冷静で頭が良く、物おじしない人間だったのではないでしょうか。これは推測ですが、犯人が帰宅した浪江さんに、ご両親はと声をかけ、浪江さんはまだ帰っていないと答えた。そこで犯人は浪江さんがドアを開けた瞬間に押し入った。この説ですと衝動的な犯行となりますが、指紋を残していない点を踏まえると、犯人は以前から浪江さんのことを知っており、手袋や紐などを用意するなど、ある程度計画的に犯行に及んだという線も捨てきれません。仮に凶器が紐類だったとすると、普段から持ち歩かないものだと思います。ただ犯人が紐やロープなどを仕事で使う職業についていて、事件の日、近くで現場仕事があり、その帰りに偶然浪江さんを見かけ、犯行に及んだ、という線はあるかもしれません。次に、浪江さんが首を絞められた場所ですが、おそらく浴槽の中でしょう。浴槽の水面に吐砂物が浮遊していたからです。これは、浴槽で浪江さんが首を絞められ、苦しさのあまり吐いたものだと思います。おそらく浪江さんは2階の自分の部屋まで逃げ込んだが、犯人は2階まで追ってきた。そこで部屋に干してあった洗濯物を犯人に投げつけ、1階に降りて浴室に逃げた。しかし犯人は浴室まで追ってきて、逃げ場を失った浪江さんは、そこで首を絞められてしまったのではないでしょうか。そして、外に車の気配を感じた犯人は、慌てて玄関から飛び出し、住宅街の中を走り去っていった。という流れではないでしょうか。おそらく警察は犯人像を若年層の男に絞った上で現地を中心に徹底的に捜査に当たったはずです。しかし犯人を挙げることは未だできていません。この事件は目撃証言や証拠が少なすぎました。浪江さんのご両親は時効成立後に手記を公表しました。その手記にはこう記されています。罪のない幼い命を奪った犯人が善良な市民の顔をして今もどこかで暮らしているのが許せません。今からでも真実を語ってほしい。目撃された若い男が犯人なら現在の年齢は50代くらいでしょう。もし犯人が存命であるなら一刻も早く自首してください。あなたは罪のない子供の命と未来を奪いました。ご遺族に謝罪をし、真実を語る責任があります。最後に、浪江さんのご冥福をお祈りいたします。